こんにちは。今日はね、アニメを見て日本語勉強するのはいいかどうかっていうことについてちょっとお話ししていこうと思います。皆さん、アニメ見てますかね？僕はアニメ結構好きなんですけど、そんなにまだたくさんアニメを見てるわけじゃないんですけど、でも僕より多分皆さんの方が、いろんなアニメ見てるとかね、アニメについて詳しいと思うんですよ。なので今日はそのアニメを見て、アニメを見ながら日本語を勉強するのはいい方法かっていうことについて話すんですけど、最初に答えを言うと、僕はめっちゃいいと思いますね。アニメ見ながら日本語勉強するってめっちゃいい方法だと思うんですけど、なんかそのネットとかで調べるとアニメを見て日本語を勉強するのはあんまりいい方法じゃないとか言ってるんですよね。で、大抵その理由がそのアニメの日本語はリアルなその自然な日本語じゃないっていう理由なんですけど、逆にそのアニメを見ながら日本語を勉強するデメリットってそれだけだと思うんですよ。自然じゃないってことだけで、他にもメリットがたくさんあるんで、そのメリットとデメリットを比べた時にやっぱりメリットの方が多くて、僕はおすすめ。アニメ見ながら日本語勉強するのはいい方法だと思います。いろいろポイントを話していこうと思うんですけど、最初にね、そのデメリットについてもお話ししておこうと思うんですけど、僕もアニメの日本語はあんまり自然じゃないと思いますね。日本のドラマとか日本の映画みたいにちょっと劇っぽい、なんか作られたその演技っぽい日本語っていう感じがするんですよ。これ見てる人の中でもう分かってる人もいると思うんですけど、例えば何々だぜとか、お前とか、すげえじゃねえかとか、アニメでしか聞かないようなフレーズいろいろあるんですよ。僕20年以上日本語話してますけど、そのすげえじゃねえかとか、だぜとか、何々だぜとか話したことないんですよね。お前はなんか言ったことはありますけど、お前ってめっちゃ強い言葉なので、なんか子供の時、僕が小さい時に冗談としてね、友達にお前とか言ったことありますけど、大人になってからは全然ないですね。でその他の、その、何々だぜとか、すげえじゃねえかとか、もう全然言ったことないですね。もちろんアニメで聞いたこととか、映画、ドラマで聞いたことたくさんあるんですけど、自分で言うのはちょっとね、恥ずかしいっていうか、本当劇っぽいんでね、あまり僕は使わないんですね。でも日本語を勉強している人にとって何が自然かとか何が自然じゃないかってわからないじゃないですか。僕も子供の時から日本語を話していろんな人が話してる会話のパターン聞いてだぜとか、すげえじゃねえかとか聞いたことないからちょっと変ってわかりますけど、外国語について僕そんなの全然わかんないんですよね。何が自然かとか何が自然じゃないか。なのでそのアニメ見ながら日本語勉強することに反対する人はそういうのをやめた方がいいって言ってるんだと思うんですけど、でもね、いろいろメリットもあるんで、それも話していこうと思います。まず、これが一番大きいメリットなんですけど、楽しいんですよね。やっぱり楽しいのは大切だと思いますよ。日本語だけじゃなくて、外国語勉強するとき、外国語だけじゃないですね。音楽とか、スポーツとか、面白くない勉強より楽しい勉強の方がいいじゃないですか。その方がモチベーションも下がりにくいし、やっぱり一日でめっちゃ上手になるわけじゃないので、少しずつね、毎日とか毎週少しずつ上手になるっていうのが、勉強、特に外国語はよくあるパターンなので、少しでも楽しい方がいいと思うんですよ。なのでやっぱり楽しいって一番大きいメリットですよね。でも楽しいっていうことについて一つとても大切なポイントがあって、アニメ見るときに、キャラクターが言ってること完璧に分かる方がいいと思うんですよ。アニメでキャラクターが言ってることを100%理解するっていうのが結構大切なポイントだと思うんですよね。別に100%じゃなくてもいいんですけど、
全部、完璧できるだけ完璧に分かった方がいいっていうのが僕の意見なんですね。っていうのもそのアニメのキャラクターが話してること、リスニングの練習だったらいいんですけど、日本語の勉強、スピーキングの練習として使うなら、そのキャラクターが言ってることを100%分かった方がよくて、それが例えば80%分かるっていう状態だったら、キャラクターが使ってる単語とか使ってる文法に、集中フォーカスするんじゃなくて、そのキャラクターの話し方に集中しちゃう人が結構いるんですよね。例えばさっき話した「すげえじゃねえか」で、なんかいい、リズムで話しやすいと思うんですよ。で、ちゃんと単語の意味とか文法の意味がわからなかったら、すげえじゃねえかっていう言葉のフロー、言葉のリズムだけ覚えて、なんか話すときに何も考えずにすげえじゃねえかって言っちゃう人も結構僕見るんですよね。ですけど、すげえじゃねえかっていうのをちゃんとした単語とちゃんとした文法に変えると、すごいじゃないですかですよね。で、すごいじゃないですかは別に自然なんですよ。でもその文法とか単語をしっかりと理解しないですげえじゃねえかっていうフレーズだけ覚えちゃうと、やっぱりその方が簡単ですから、なんか話す時に何も考えないで出ちゃう、そのすげえじゃねえかっていうフレーズが出ちゃう人がいるので、僕の意見ではそのキャラクターのセリフはできるだけ100%できるだけ完璧に、理解するっていうのが結構、ポイントだと思いますね。で、次のポイントなんですけど、キャラクターのリアクションが見れるっていうことをですね。そのキャラクターのリアクションとか、話す時の、ニュアンスみたいな感じですかね。例えば、そのキャラクターが褒められた時とか怒られた時のリアクションもわかるし、そのキャラクターが何か言いたいけど言わないように我慢する時とか、結構日本語を使って会話する時の、なんかヒントみたいなものが、隠れてると思うので、話し方を真似するわけじゃなくて、キャラクターのリアクションとか、キャラクターが言いたいけど言わなかったこととか、そういう雰囲気ですね。そう、日本語を話す時の雰囲気を勉強するためには、アニメは結構いいんじゃないかなと思います。もちろんこれはリアクションのことなので、キャラクターによるし、もちろん人にもよるんですね。なので、いつも真似した方がいいっていうわけじゃないんですけど、なんとなく傾向があるので、その傾向を分かって、なんか雰囲気が、日本語の会話の雰囲気が分かるっていうためにですね、知らないより知ってる方がいいっていう感じですかね。で、3つ目の、次のポイントは、アニメでも、活用は同じっていうことですね。活用っていうのは、美味しい、美味しくないとか、話す、話さないとか、いろんな動詞とか形容詞が、違う形に変わることを活用っていうんですけど、で、その活用は自然な日本語の文もアニメの文も同じってことですね。ちょっと説明するんですけど、例えばジュースを飲んじゃったっていう文あるじゃないですか。で、このジュースを飲んじゃったって正しい文なんですけど、これ結構日本語上手な人、上級者も結構よく聞くミスなんですけど、ジュースを飲んでちゃったとか、ジュースを飲みちゃったっていう人がいるんですよね。正解はジュースを飲んじゃったなんですけど、ジュースを飲んでちゃったとか、ジュースを飲みちゃったって言っちゃう人が多くて、で、こういうのが活用のミスなんですけど、こういう活用のミスって、ほとんど日本人しないんですよね。日本人も単語間違えたり文法間違えたりすることはあるんですけど、活用は絶対に間違えないんですよ。絶対、100%じゃないけど、99%間違えないんですよ。絶対みんなジュース飲んじゃったって言うんですよね。でも日本語勉強してる人は上手な人でもジュース飲みちゃったとか時々言っちゃうことがあるんですよ。で、ここの日本人と、日本語勉強してる人の違いは、日本語勉強してる人はもちろん子供の時からこの飲んじゃったっていうフレーズを
もうたくさんもう何回も聞いてるからもう間違えないんですね。その文法とか活用のことは全然考えないで、飲んじゃったっていうフレーズをただ話すだけっていう感じなんですよ。で、それに慣れてる理由は、みんな僕も子供の時からアニメで見たり、いろんな日本人とお母さんお父さんと話して、飲んじゃったっていうフレーズを何回も何回も聞いてるから、活用については飲みちゃったとか、飲んでちゃったとか言わないんですね。で、アニメはその自然な日本語じゃないんですけど、活用は絶対に正しいんですよね。なので、活用を聞く練習としてアニメを使うっていうのも僕はいい方法なんじゃないかなと思います。結構ちょっと難しい話になっちゃったかもしれないんですけど、これが僕がアニメを使って日本語を勉強するのがいいと思う理由ですね。また何か僕が間違ってると思うところとか、なんか意見とかあったらまた教えてください。それでは今日はここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。